今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。さて、今日のテーマは日本語学習者なら一度は悩む言葉です。オノマトペ。もしかしたら皆さんもドキドキ、ワクワク、なんとなく意味はわかるけどどう違うのと思ったことがあるかもしれません。実は日本語は世界でも特にオノマトペが多い言語だと言われています。日本人は毎日のようにオノマトペを使っています。しかも子供だけではありません。ニュースでも、会社でも、友達との会話でも、病院でも使われています。今日は日本人が本当によく使うオノマトペを20個紹介しながら、意味や使い方を一緒に見ていきましょう。そもそもオノマトペとは、まずは簡単に説明します。オノマトペとは、音や様子、気持ちを表す言葉です。例えば、犬はワンワン、猫はニャーニャー。これは英語で言うバウバウ、ミャオのようなものですね。でも日本語ではそれだけではありません。感情や状態までオノマトペで表現します。例えば、今日はドキドキした。心臓が本当にドキドキと音を立てているわけではありません。それでも日本人は自然に使います。これが日本語の面白いところです。さて、オノマトペトップ20を紹介したいと思います。まず一つ目、ドキドキ。意味は緊張したり、恋をしたり、怖かったりして、心臓が高鳴ることです。例えば、明日は面接なのでドキドキしています。好きな人と話すとドキドキします。これは日本人なら毎日のように使います。ジェットコースターちょっと怖くてドキドキしちゃったとか、あの映画の、ゾンビが出てくるシーンすごく怖くてドキドキしちゃった。そんな感じですね。はい。二つ目はワクワクです。これは楽しみで待ちきれない気持ちです。明日の旅行がワクワクします。新しいゲームが楽しみでワクワクしてます。はい、今ね、ちょっとね、キャロットケーキが焼き上がったので、私はこのポッドキャストの後にキャロットケーキを食べるのをちょっとね、ワクワクしています。はい。はい、こんな感じでですね、ドキドキとセットで覚える人も多いと思いますが、ワクワクはドキドキと違って、本当にね、ポジティブな楽しみな感情だけです。ドキドキは、ちょっとね、怖い時とかもドキドキは使うことができます。三つ目、イライラ。これはですね、怒っているというよりかは、ストレスが溜まっている状態です。電車が遅れてイライラしました。最近仕事でイライラしてます。日本では本当に頻繁に聞く言葉です。怒っているっていう状態は多分もうすでに爆発してるっていう感じだと思うんですけど、イライラはそれをね、ちょっと抑えているというか、なんて言うんだろうね。イライラしちゃった。ちょっとね、怒りたくないけど、自然にストレスがね、溜まってちょっと怒りたいような、そういう気持ちのことですね。
そして4番目、のんびりです。こちらはゆっくりリラックスして過ごすことです。休日は家でのんびりしました。温泉でのんびりしたいです。私も鎌倉の海を見ながらのんびりする時間が好きです。そんな感じですね。のんびりは確かにちょっとね、なんか優しい雰囲気がありますよね。そう、ゆったりしたリラックスした、そんな印象があります。続いて5番目、ぐっすり深く眠ることです。例えば昨日はよく寝れたと聞かれたとき、ぐっすり眠れたよとか、旅行中はあんまり寝れなかったんだよね。早く家に帰ってぐっすり昼寝したいなとか、電車の中でぐっすり寝てたねとか、そんな感じですね。本当に、一回も起きないでずっと寝るみたいな、本当にね、熟睡ってやつかな。そんな、イメージがありますね。はい。続いて6番目、ペコペコ。ペコペコかわいいですよね。ペコペコはとてもお腹が空いている状態です。私は今お腹がペコペコです。何か食べに行きましょう。日本人は本当によく言います。あとは腹ペコ青虫っていうね、絵本があるんですけど、海外だとなんて言うんだろう。ちょっと待ってね。腹ペコ青虫。The very hungry caterpillar. The very hungry caterpillar ですね。日本では腹ペコ青虫と呼ばれています。ペコペコはね、本当にこうお腹がもうペコペコしちゃうぐらい、ペットボトルがね、こうペコペコってするみたいな感じで、本当にお腹が空いているっていう状況を表します。はい。7番目、キラキラ。キラキラはこう光っている様子ですね。例えば、星がキラキラしていますとか、目がキラキラしているねとか、あとは、このアイシャドウすごくキラキラしてて可愛いとか、あとは何？キラキラした宝石が欲しいとか。はい。わかりませんけど、キラキラは本当にこう、輝いているようなね、様子ですね。でも、ちょっと待ってね。一般的には、キラキラしているは、こう輝いて光っている状態を表します。続いて8番目。ピカピカ。ピカチュウじゃないですよ。ピカピカです。ピカピカはとても綺麗で光っている状態を表します。例えば、新しい車、本当にピカピカですね。靴をピカピカに磨きました。新品にも使えますし、古いものにも使うことができます。本当にね、光っているぐらい綺麗にすることを表します。あとは普通に、この部屋ピカピカになったねとか、うわ、すごいピカピカになってるみたいな風に、言ったりしますね。一方、9番目、ボロボロ。ボロボロはですね、壊れていたり、古くなっていたりする状態です。靴がボロボロです。この靴下、穴が開いてボロボロ。この、ボロ雑巾、ちょっと汚すぎるから捨てておいてくれる？こんな風に物に対しても使うことができますし、試験勉強で寝不足になって体がボロボロです。すごくブラックな会社に入ってしまって、本当に朝から晩まで働いて、身も心もボロボロです。こんな感じでですね、もちろん物に対してだけではなく、人間の状態に対しても使うことができます。本当にボロボロはもう壊れて、ね、もうかわいそうな状態になっているっていう感じですね。そこから派生して、オンボロの車とかね、言ったりもしますね。はい。あとは、はい。そうですね。はい。続いて10番目。バタバタ。
です。バタバタは、こう走っている時の音、バタ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 っていう感じでですね、忙しく歩き回っていることです。今日は朝から本当にバタバタしていました。最近仕事が忙しくて毎日バタバタしてるんだよね。丁寧な暮らしが羨ましいよとか。まあ日本の社会人とか、あとは忙しいお母さんはよく使うかもしれません。あとはね、時々そんなにバタバタ走り回らないでっていう風にね、怒られたりもしますね。本当にこうバタバタは家の中をね、バタ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 ってこう駆け回っているような様子を表します。本当に忙しい時の例えですね。はい。続いて11番目はゴロゴロです。これは意味が、いくつかありますが、一つ目は、家でゴロゴロする。つまり、ゴロゴロはですね、こうやってね、寝転がって、ローリング、ゴロゴロね、こう、ゴロゴロ、転がるみたいな感じですね。寝っ転がってゆっくりと過ごすことを表します。休日はね、家でゴロゴロしてるだけですよ。本当に何もしてませんとか。本当にね、家でゴロゴロするのが最高なんだよ。そんな風に使いますね。二つ目は、雷がゴロゴロ鳴っていますと。本当に雷がゴロゴロゴロっていう感じですね。雷がゴロゴロ鳴っていますっていう風にも使うことができます。三つ目はですね、猫がゴロゴロ喉を鳴らしますです。猫をね、こう撫でていると、この猫の喉の方から音が聞こえてきますよね。私たちはあれをゴロゴロっていう風に聞いてるんですね。本当に一つの言葉なのに意味がいくつもあります。面白いですね。続いて12番目、ペラペラです。ペラペラも2つの意味がありますが、一つは皆さんもよく知っているであろう、流暢に話せることですね。あなたの日本語はペラペラですね。英語がペラペラです。なんでペラペラっていうかわからないけど、多分ペラ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 っていう感じでもう流暢に話せてるっていうイメージですかね。はい。外国人が一番言われるオノマトペかもしれません。一方で、ペラペラにはもう一つの意味が実はあります。もう一つの意味はですね、例えば、このティッシュ、すごく薄くてペラペラなのよ。ほら、すごい薄いですよね。これをね、ペラペラと言います。簡単にこう、ペラペラってこう、なんていうのかな。ペラってなるような、これぐらい薄いもののことを、ペラペラ、この布団ペラペラだったとか、あとはですね、あなたの考えは本当にペラペラで薄いわね、とか、そんなこと言われたら悲しくなっちゃいますけど、ペラペラは、薄いっていう意味でも使うことができます。はい。この紙ペラペラだね、とか、この本はページがペラペラで軽いとか、この服が、生地がペラペラだから冬は寒そうとか、ちょっとね、薄くて頼りないっていうニュアンスで使われることがとても多いです。一方ですね、ペラペラにはもう一つ別の意味もあります。それは、軽々しく話す、喋りすぎるという意味です。少しネガティブな、意味です。あなたは本当に秘密をペラペラ喋るよね。何でもペラペラ話さない方がいいよ。これは口が軽いという意味になります。同じオノマトペなのに本当に違う意味になるんですね。なので、本当にね、文脈によってペラペラがどの意味なのか、知っておく必要があります。はい。続いて13番目。ニコニコ。ニコニコは笑顔です。ニコニコする。子供がニコニコしています。彼はいつもニコニコしています。ニコニコは本当に、本当に素敵なね、笑顔をいつもしてるみたいな、とっても優しい印象ですね。はい。14番目。ガラガラ。空いていることです。今日は電車がガラガラでした。
平日は映画館がガラガラなんだよね。平日の鎌倉はガラガラなんだよね。こんな風に、人がね、なんでガラガラって言うんだろう。ガラッとしていて、人がこうね、空間にいないガラガラって感じですね。はい。なんでガラガラっていうのかちょっとわからないんですけど、でもガラガラっていうと、通常ね、あんまり人がいないっていう印象ですね。ただね、全然いないっていうよりかは、ポツポツいるかなっていう感じですね。もんちどうしたの？ちなみに、喉がガラガラですっていう意味でも使います。喉がガラガラですの意味は、例えば前日にカラオケで歌いすぎて、今日は喉がガラガラなんだよとか、風邪をひいてしまって喉がガラガラ。この時はですね、喉が、ちょっと痛かったりとか、あと声をね出すときちょっと変な風な声になったりとか、するときありますよね。そんな風な、状況をガラガラと言います。いつもと違う、声しか出せない状況のことですね。はい。15番目、ベタベタ。くっつく感じですね。ベタベタする。ベタベタ。はい。手がベタベタします。夏で、日本は夏は湿気でベタベタする。日本の夏らしい言葉ですね。あと、人にも使うことができます。あなたたち2人は本当にベタベタして全くみっともない。なんでこんな変な例文しか思いつかないんだろうって感じですけど。ちょっとね、こうカップルとかが、くっついていて、こうね、なんていうのかな、ベタベタくっついて、くっついてる感じを、私たちはね、ベタベタするっていう風に、表すこともできます。主にカップルに使いますね。あのカップルは本当にベタベタしてるとか。あとは、あの生徒は先生に本当にべったりだよねとか、モンチは、ママにべったりだねとか、ベタベタしてるとか、そういう風に人とか物に使うこともできます。ちょっとね、しつこいまでいかない。すごいポジティブでいい言葉かと言われると、微妙かなっていう言葉になっています。はい。続いて、サラサラ、16番目、サラサラです。反対に乾いていて気持ちがいい状態です。例えば、この砂はサラサラしていますとか。あとはですね、あなたの髪の毛はサラサラですね。サラサラはもう本当にこう、風でなびいた時に、全然ね、私の髪の毛サラサラじゃないんですけど、風でなびいた時に本当に元の位置に戻るようなね、サラ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 っていう、そんなね、イメージがありますね。髪の毛とかがサラ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 って、それだけ、なんていうか、摩擦がなくて、すごく、あとはベタつきもなくて、乾いていてね、とても気持ちがいい状態を表します。17番目、ふわふわ。柔らかくて軽い感じですね。パンがふわふわだったとか、猫の毛がふわふわですとか、このぬいぐるみふわふわでかわいいとか、日本人はですね、食べ物にも動物にもよく使います。この布団ふわふわで気持ちいいんだよねとか、ふわふわっていうと本当にすごくいい意味ですね。もう本当柔らかくて軽くて気持ちいい状態のことを表します。ふわふわしてる。雲みたいな感じですね。はい。続いて18番目はガタガタです。ガタガタはこんな感じでガタ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 って感じですね。例えばグラグラ、こんな感じでグラグラ揺れることですね。この机はガタガタしています。ガタ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 。地震が来てガタガタ、震えます。地震が来たので、家具がガタガタ音を立てましたとか。あとは寒くてガタガタ震えてます。寒い時にガタガタガタ、こんな感じで震えますよね。ガタガタ震えましたとか。意味が少し変わる面白い言葉ですね。あとは、ちょっと面白いのは、例えば何かね、トラブルが起きた時に、すごく、例えば動揺した人がいたとして、そんな風にガタガタ
言うなっていう風にガタガタ言うなってどういう意味って感じですよね。そうね。文句を言うとか、ブツブツ不満を言ったりとか、余計なことを言うっていう意味もあります。ガタガタ言わずにやってくださいとか、ガタガタ言うなとか、細かいことをガタガタ言う人は、男性っぽくないとか、そんな風にね、使えるんですけど、かなり強い表現です。上司が部下に言ったりとか、映画やね、アニメで強いキャラクターが言ったりすることはありますが、友達や初対面の人に言うと失礼になることが多いです。ただね、日本のザ・亭主関白お父さんみたいな人は言うと思います。はい。続いて19番目。シーンです。これはとても静かな様子ですね。例えば、先生が怒ると教室がシーンとなりました。よく漫画にも出てきますね。そう、シーンとするみたいな。本当にシーン。急に音がなくなるって感じですね。はい。続いて20番目。ズキズキです。ズキズキは、脈を打つような痛みで、例えば、歯がズキズキしますとか、頭がズキズキ痛いですとか、病院でもよく使われますよね。ズキズキする。はい。面白いですね。そう。いろいろ見てきたんですけど、なんとなく、今紹介した中で、例えば、ゴロゴロとか、バタバタとか、ボロボロとか、あとは、ガラガラとか、ベタベタとか、ガタガタとか、ズキズキとか、ちょっとね、濁音になっているオノマトペは、ちょっとね、ネガティブな印象があるような気がします。一方で、ふわふわとか、サラサラとか、あとはのんびりとか、ワクワクとか、ちょっとね、ふわっとした、音のものっていうのは、すごくね、前向きな意味があったりします。そんな感じで結構オノマトペは、音の印象で、ね、意味があるの、すごい面白いですよね。ここまで20個紹介したんですけど、どうですかね実は日本語には数千種類ものオノマトペがあると言われています。英語にももちろん、バズやバングのようなね、擬音語があると思いますが、日本語はそれだけではありません。音だけではなく、感情や動き、見た目、触った感覚、さらには雰囲気までオノマトペで表現します。例えば、今日はなんだかそわそわするとか、ハラハラしたとか、なんだかモヤモヤするとか。これらは本当にね、音がするわけではありませんが、それでも日本人には気持ちがすぐに伝わります。だから、オノマトペを覚えると、日本語は一気に自然になるかもしれません。じゃあ、オノマトペをどうやって覚えればいいか。こんなにたくさん覚えられないと思った方もいるかもしれません。安心してほしいんですけど、実は日本人は学校でオノマトペをほとんど勉強しません。自然に覚えていった人がほとんどです。オノマトペっていう概念自体も、私は海外の人に発信するようになって初めて知ったんですね。っていうのも私の友達がオノマップさんっていう人だったので、彼のね、名前なんでオノマップなんですかって聞いたら、オノマトペを紹介してるからだよっていうふうに教えてもらって、それまでオノマトペっていうものを知りませんでした。じゃあ日本人はどうやって自然に覚えているかというと、実は絵本ですね。小さい子供向けの絵本にはオノマトペがたくさん出てきます。例えば、ワンワンとか、ぴょんぴょんとか、ごくごくとか、もぐもぐなどですね。絵と一緒に覚えられるので、とてもわかりやすいんです。なので、もしかしたら日本語学習者の皆さんにも、子供向けの絵本は、実はおすすめです。次におすすめなのが、漫画です。漫画はオノマトペの宝庫ですよね。例えば、ドンとか、
ガーンとか、シーンとか、ザーとか、ギュッとか、音だけではなくてその場の雰囲気までオノマトペで表現しています。日本の漫画を読んでいて、この文字は何だろうと思った経験がある人も多いのではないでしょうか。実はそれはオノマトペです。漫画を読むと日本人がどんな場面でどんなオノマトペを使うのか自然に身につきます。耳から覚えるのもおすすめなので、アニメやドラマもいいかもしれません。例えば、お腹ペコペコ、ドキドキする、今日はバタバタだった、など、ネイティブは本当にたくさんのオノマトペを使っています。字幕だけを見るのではなく、あ、このオノマトペ、また出てきた、と意識すると、一気に覚えやすくなります。一番おすすめなのは、例文ごと覚えることです。実はこれが一番大切です。例えば、ドキドキイコールナーバスと覚えてしまうと、いつ使うのかわからなくなります。でも、明日は試験なのでドキドキしていますという文章ごと覚えると、そのまま使えるようになります。オノマトペは辞書の意味だけではなく、どんな場面で使うかがとても重要なんです。さっきのね、ペラペラについても、あなたは本当に口が軽くてペラペラねって、あなたは本当にペラペラだわ、本当にこのことは秘密にしてっていうふうに言われた時にね、皆さんの思っているペラペラと意味がやっぱ違うわけじゃないですか。なので、例文を覚えておくことがとてもいいと思います。もし今日から始めるなら、毎日一つだけオノマトペを覚えるのはどうでしょうか。そしてその日に必ず1回は使ってみましょう。例えば今日はペコペコなら、お腹ペコペコです。ドキドキなら、明日はプレゼンなのでドキドキしています。たった一文でも自分で使うと記憶に残りやすくなるかもしれません。日本語のオノマトペは数がとても多いですが、一度に全部覚える必要はありません。日本人も子供の頃から絵本や漫画、アニメ、そして日常会話を通して少しずつ自然に身につけてきました。だから皆さんも焦らなくて大丈夫です。今日覚えた20個の中から、まずは一つだけでも実際に使ってみてください。きっと次にそのオノマトペを漫画やアニメ、あるいは日本人との会話で聞いたとき、あ、この前勉強した言葉だと気づけるはずです。それが日本語が上達していく一番自然な方法だと思います。今日も動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございました。今週もね、長かったかなって思いますが、今日はゆっくり休んでください。ということで、皆さん今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。